ご視聴ありがとうございます。最近体調崩しまして動画のスケジュールが全く思い通りに進んでません。皆様体調管理は十分にお気をつけください。こんにちは。今日は雑談系の動画です。先日発売された高健さんの渋1ジールにリペアキットを組んでみたってお話。首振りフレックスのロングにプッシュリリース選んだのですが、これがいまいち好みに合わないかなと感じていました。ボタンが結構固めかつヘッドが小さいので、ソケット付け外しでボタンうまく押すことができず、首がくてってなっちゃうんですよね。プッシュリリースの良いところより悪いところを強く感じるようになりまして、買う前に懸念した通りの結果となっちゃいました。ですからネジを回し終わったらラチェットくるっと返して人差し指でボタンを押していたのですが、今まで体に染みついた習慣って怖いですね。それだけの簡単な動作が増えただけなのにストレスを感じるようになってしまいました。で、プッシュリリースのないタイプのリペアキットに組み替えました。お値段は3000円しないくらい。リペアキットの内容物がこちら。蓋から何からフルセットで入ってます。組み替えに必要な道具はトルクスプラスの IP6。あとはピンセットと細かな部品を管理できるバットなどあると便利かもしれません。作業は難しくありません。部品は入るところにしか入りませんし、古いラチェットみたいなかしめ作業もいりません。以前の高健さんのラチェットはネジ山をあえて潰してあるものもありましたが、ジールではそれもなさそうっすね。間違えるとしたら爪の表裏とピンとスプリングの向きくらい。しかしそれもパッケージの絵に書いてある通りに組めば OK です。古いラチェットではこの部品がアセンブリでなくスプリングとただのボールだったりしまして、組み込むのにコツがいるというのか器用さが求められることがありますが、高健さんのはそんなことなく簡単です。オイルは粘度高めなものがほんの少量のみでドライ気味に組んでありました。塗るというよりはちょんちょんしただけってくらいの量したね。オイルの量を変えたりサラサラオイル入れてみたり試しましたが、結局ドライに組むのが一番ギア回した時の感じが好みで、私も純正を習って組んでいます。エンジンを組む時に使うアセンブリルブ、糸引くくらい粘り気のあるオイルを3分の1滴くらい入れて組んでます。一度オイル量多めに入れてみたんすけど、個人的にはしっくりこなかったっすね。オイル量を多くしますとギア飛びをしやすくなるとも聞きますが、それ以前に空転の感触が好みではなかったです。しっとりしすぎるフィールが似合わないっていうんすかね。空転も若干重くなったように感じまして、ドライ寄りで使うのが好みな感触でした。使うオイルについては、私は粘度高めが好きですが、サラサラオイルを推奨するのが最近っぽいっすかね。使う量は少ないので試しやすいですから、いろいろとやってみていただきたいです。で、組み替えてみて。慣れ親しんだ単純な使用感、引っ張れば外れて押し込めばつく、いつものラチェットになりました。フレックスラチェットの場合、こちらの方が普段使いには合ってるかなと感じています。それからソケットのはめ合いもかっちりしたっすね。合わせるソケットにもよりますが、スタンダードの方が遊びが少なくなったように感じています。ただ、プッシュリリースが恋しく感じることもありました。親指の爪をちょっと怪我していた時期にオイルまみれた力入れにくい指では普通のスクエアソケット外すのが大変でして、ボタンを押せば確実にソケットが外れるというのはプッシュリリースの大きなメリットだと再確認することになりました。今のところどちらも甲乙つけがたいと感じてます。なんなら将来的にもしかしたら戻すかも。誰にでもどんな状況でもベストな道具というのはやはり難しいっていうことなのでしょう。高健さんのリペアキット。プッシュリリースを足したり引いたりできるのはいいっすね。フレックスないものを選んだ方は私とは逆にプッシュリリースつけてみると使いやすくなるかもしれません。当然ギア山が潰れたり壊れた時にも、キャラを変えてみたかったり調子悪い時にはリペアキットをぜひ試してみていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。寒かったり暑かったり、長めの休みから体を起こしに行くのも大変です。皆様体調に気をつけてお過ごしください。それでは次回まで。See ya。